こんにちは、スビです。アート作りを愛するフィンランド人日本語教師です。初めて作る塗り絵の本の制作過程を記録するこの Vlog シリーズですが、もう12回目の Vlog になります。製本は最初から最後まで自分ですると決めて、今日はその様子をお届けします。製本が楽しくてワクワクしたり、失敗もあったり、最後の最後でなんてこと。悔しくてもう一回最初から頑張ったり、内容盛りだくさんの Vlog になっています。じゃあ取り掛かりましょう。この塗り絵の本は母の8月中旬の誕生日プレゼントになるものです。製本を始められるまでにはやらなければいけないことがたくさんありました。絵を正しいサイズで印刷したり、紙の余分なところをカッターで切ったり、そしてその前にはまずもっと塗り絵っぽくなるように元々の絵の線を太くしないといけませんでした。修正したり足していくところもあったりしました。そしてひたすら印刷。こちらの右側の絵が本のページにしようと思っていたサイズのもので、左側がそれを修正したものでもっと大きいです。本は A4 サイズで作りますが、中身のページがカバーよりも少し小さくないといけません。もともと印刷してあった絵がどうしてダメだったかというと、紙の周りの余白の部分をカッターで切っていってページを並べたら、思っていたより見た目がパッとしなかったのです。完成していないような感覚でした。やっぱり絵の周りには余白があった方が良くて、そして線で囲んだ方がまとまりが出てくると感じました。じゃあ残りのページもカッターで切っていきましょう。できている絵は全部切っていったのですが、この時は本の最後のページの絵はまだ描き終えていなかったので、次はその作業に取り掛かりました。その作業の様子は前回の Vlog で撮っています。
絵は次の日の朝に完成しました。おはようございます。今ちょうど母にあげるプレゼントの塗り絵の本の最後の絵を完成させて、印刷しました。これで全部の絵が、できて、やっと製本できます。こうなりました。で、ここの部分に穴を開けて糸を通さなきゃいけないんですね。こういう風に。ただ、ちゃんとした道具がないので、この紙が厚いので、穴を開けるのが大変です。で、その作業を今からします。まずは絵を正しい順番に並べます。ページの縦の長さは28センチぐらいなので、14センチが真ん中になります。穴を開けるところは一番上のページにペンでマークしていきます。真ん中から両端まで11センチのところをマークして、そしてその真ん中にもう一つマークを。こうするとマークは真ん中から 5.5 センチの間隔になります。紙が厚いので全部一気に穴は開けられないので、何枚かに分けてします。穴を開けていく方の端がちゃんと揃うようにします。穴を開けるには先の尖ったハサミと細い編み棒を使います。ここからは汗かきながらの力仕事です。ここで奥付けのページを足したいなと思いついて簡単に作ることにしました。昔描いた20歳の時に着た振袖姿の自画像があったので、その横にアーティスト名のロゴをつけ、本書は手作業による製本ですとの文も加えて完成。次はいよいよページを縫う作業です。少し厚めの糸と細いかぎ針を使います。
紙を折らないように気をつけながら糸を通すのはなかなか時間のかかる作業でした。次は本の背になる端の部分を糊でくっつけます。よし、今日はここまで。今から出かけないといけないので、この糊をつけたところを寝かしときます。昨日塗り絵の本のページを塗ってつなげて、今日いよいよ完成させます。どんな風になったか、見てみましょう。こういう感じです。両面印刷は難しいので自分ではできないのでこういう風になっちゃったんですけど、このページたちを糊でくっつけるかどうか決めていかないとですね。くっつけた場合はちょっと完全に平らにならないっていう、不便なことがあるんですけど、できてから決めます。で、今から、こういう風にこのページを、くっつけて、そしてカバーを作っていきます。で、カバーにはこのあったノートのこれを使います。じゃあ本を完成させましょう。
で、本のカバーは、こういう風に、実際の中身よりも大きくないといけないですね。こんな感じで。で、この中のところにこういうのをつけようかなと思ってます。こんな感じ。もともとカバーをこれで作ろうと思ってたんですけど、これはちょうど A4 サイズで小さすぎたんですね。だから急遽、あそこからのファイルを取って、カッターで切っていったんですね。表紙に貼る紙の周りには2センチの余白を取っておきます。そして表紙と背の間は7ミリ開けておきます。製本もう何時間やってるんだろう。すんごい時間かかってます。よし、どうかな。失敗。
このノリでやって、なんと、こんな跡が残っちゃって。これは多分、こっちのノリでやったと思います。だから、あとは何も残らなくて、すごい綺麗にできたのに。なんでこれでやろうと思ったんだろう。まあでも、ここを裏側のものにすれば見えないかな。いや、見えるでしょ。どんな中身の絵はどんなものが入ってるのかをここにこうプリントアウトして乗っけたらあんまり気づかないんじゃないかな。で、こっち側を表紙表にしてこの糊で塗ります。ああ、最後の最後でなんてこと。よし。あとはこの2つをくっつけたら出来上がり。で、ここの部分の半分のところにこれを乗せる。これの半分。できましたけど、一つ盛大に間違えたところが、ここの部分が長すぎるっていうところです。だからこうなっちゃうんですね。まあ色を塗るとするとこうですけど、これをこういう風に押せば普通に色塗りできるんですけど、ここにすごい余分のものが残っちゃうっていうことでちょっとかっこ悪いですけど、まあでも手作りなものなのでよしとしましょう。はあ、疲れた。今
日はここまで。残すは、これを色を塗って、ここにくっつける。こういう感じで。あ、海苔の跡がなくなってます。じゃあ、海苔でも大丈夫っていうことですね。今日は8月10日です。塗り絵の本は完成はしましたけど、ここの部分がやっぱり長すぎて変な風になっちゃって気になって悔しくて、昨日一日かけてもう一冊作っちゃいました。これなら気にならないです。長さは半分にしたのでマシなものになりました。で、これを母にプレゼントすることにしました。もう一冊はどうするかまだ決めてません。で、塗り絵の本の表紙を、今から作ろうと思います。完成まであとちょっとなので頑張ります。手作りの製本は想像よりも時間のかかるものでしたが、楽しかったし、無事できて満足です。この動画が上がる頃にはもう母にプレゼントしてると思います。次回の動画ではいよいよ表紙の絵の色を塗って完成した塗り絵の本が見られます。お楽しみに。もいもい。